皆さんこんにちは。今日も見に来てくれてありがとうございます。アビです。今日私はずっと存在は知ってて気になってたけど行ったことのなかった東京都武蔵野市吉祥寺にあるハチュカフェさんに向かっています。吉祥寺駅の北側から出て中道通りを5分くらい歩くと、以前ショートで紹介した手まりのお城のある吉祥寺ペティット村が見えてきました。ぜひそちらのショートも見てみてください。ちょうどお昼くらいに向かっているので、この通りにたくさんあるカフェからカレーやコーヒーの香りがしていてめっちゃお腹が空いてきます。さらに5分くらい歩くと右手に目的のハチュカフェさんを発見しました。ドアにハチュがいるかもしれないのでご確認くださいって書いてあったので、下を見てみたらカメさんがいました。ぶつからないように気をつけながらドアを開けて入ります。ケロケロ。店内に入って席に座ろうとしたら、なんとこんな真横にイグアナさんが。席料は大人800円、子供600円でワンドリンクオーダー制だったのでジンジャーエールを注文しました。入り口にいたカメさんがこんなところまで歩いてきてて、これまた足の速さにも驚きました。私の靴が緑色だったから食べ物の葉っぱと間違えたのかパクってされそうになっちゃいました。そうこうしてる間にあっという間にジンジャーエールが届きました。衛生面の観点から飲食が終わるまでは触れ合いができないみたいなので、ハチュカフェ大辞典を読んでどの子と触れ合うかを考えながら飲んじゃいたいと思います。ハチュカフェ大辞典には触れ合える子触れ合えない子の情報やハチュさんたちのお名前などいろんなことが書いてありました。真横にいる子は青豆ちゃんっていうみたいです。テクテク歩き回ってる子はケズメリクガメのティガーくん。なんとティガーくんのおトイレシーンを見れちゃいました。ペットボトルをひっくり返した時みたいに一気に出ててびっくりしました。ちなみにジンジャーエールは市販のジンジャーエールよりも生姜がはっきりと感じられて美味しかったです。なんか後ろから可愛い目線を感じました。ということでジンジャーエールを飲み終わったので早速おさわりタイムに入ります。今日は平日なので8放題をお願いしました。ターボ会長のおうち発見。この子がこのお店の会長でお店のロゴにもなってる子です。頭と足はサウナの持つんですけど、はい。で結構歩いてるの自分で落ちてくんで、しっかり壁作って落ちないように。ギリシャリクガメのターボ会長は手に持たれるのが嫌いだから机の上に下ろしてもらって触れ合います。プロフィールを取り忘れちゃったんですけど、この子は確かミミズトカゲっていう種類のトカゲさんで、めっちゃミミズに見えるんですけど触ると爬虫類っぽい硬さでした。今度はずっと横にいてくれたマルティニークブルーイグアナの青豆ちゃんを抱っこさせていただきます。上の方にいるグリーンイグアナのランティーユちゃんとは仲が良くないらしいから、お互いが視界に入らないように極力背中で壁を作ります。ドラゴン使いしか触れないと噂のアカメカブトトカゲさん。スーパーマンみたいで可愛い。カメさんってご飯を食べながらおトイレをしちゃうことが多いからシンクでご飯を食べてるらしいです。パクってするときにちらっと見える舌がめっちゃ可愛いです。わざわざ頑張って舌を伸ばさなくてもご飯が目の前に来るから全然舌を伸ばさなくなっちゃった箱入りカメレオンちゃん。カメレオンはあんまり自分でお水を飲まないからご飯と一緒に飲んでもらうんだって。こちらのお店には虫コーナーもあって多種多様なゴキブリとかが暮らしてました。このハテナゴキブリっていう子はちょっと可愛いような気がします。喋るんですか？呼吸音で威嚇するんですよ、この子たちは。
本当ペットとして人気怖いけど凛々しいですね。そうですね。マダガスカルオオゴキブリっていう種です。すごい。次はマツカサトカゲのボックリちゃん。上から見た姿がツチノコすぎませんか？もし野生で初めて会ってたらツチノコだと思って大騒ぎしちゃうかもしれないです。怖いから危ないで落ちちゃうで。ボックリちまって。危ないよ。お次はお化けトカゲモドキっていう種類のハロウィンにぴったりなキューちゃん。なんでお化けってつくのかわからないけどめっちゃ可愛いです。ポールパイソンのこてつくん。最初腕に乗ってたから指先でサワサワしてみたら嫌な触り方だったみたいでめっちゃ器用に避けられました。ヘビさんは変温動物だから室温に合わせて少し冷たかったです。冷たくても意外とあったかいところが好きらしくて、私はヘビさんを触って涼めてヘビさんは温まれてウィンウィンに感じました。ヘビさんって結構プニってしてるの知ってましたか？多分肉食の子で触ることはできなかったんですけどめっちゃ可愛い体勢でこのまま向こうからお顔を見てみたかったです。別の体勢の時のお顔はこんな感じでした。青豆ちゃんご飯を食べに戻ってきたみたい。こてつくんは首に巻くこともできました。おっとりしててこてつくんが本気を出すとこは想像できないけど、もし本気で締め付けたら私の首ってどうなるんでしょう。ケロケロ。ローソンアゴヒゲトカゲのリンちゃんはめっちゃ綺麗なお爪が生えてました。種類の名前がバナナスパイルテールイグアナ。トゲオイグアナ、トゲの尻尾のイグアナっていうのをスパイニーテールっていうのがバナナで、黄色みがあるのでバナナスパイニーテールイグアナっていう種類のカルガナちゃんです。なんかお顔の恐竜味が他の子よりも強く感じます。僕はすごい毒ヘビさんなので、僕行かないように、丸め直しになってるあんま得したねです。シシバナヘビさん、お顔がツンってしててめっちゃ可愛いです。この子は青舌トカゲのライマちゃん。さっきのボックリちゃんより尻尾は長いけど手足は同じく短めです。イグアナの青豆ちゃんとランティーユちゃんはペットシーツの上でおトイレができる天才でした。オニタマヤモリっていう種類のヤモリさんで、この子は尻尾が切れてしまっていて再生しない個体なんだけど、本当はアンキロサウルスっぽい丸っこい尻尾が生えてるらしいです。すっぽんのポンズちゃん、名前が美味しそうすぎる。ティガーくんへのご飯あげ体験は500円でした。想像以上の力強さに驚きました。店内には他にもたくさんのハチュさんたちがいて、中には肉食だったり臆病だったりで触れない子もいるけど、みんな違ってみんな可愛かったです。お客さんが増えてきたから今回はそろそろ帰宅しようと思います。ケロケロ。こんなにたくさんの爬虫類さんと触れ合ったのは初めてでめっちゃ楽しかったです。今回私は平日限定の8放題のプランでハチュさんたちと触れ合いまくったんですけど、土日祝日はハチュさんたちの負担軽減のために1人1匹まで600円で触れ合うことができるみたいです。1匹につき30分くらいは触れ合ってても大丈夫らしいので、土日祝日でもとても有意義な時間が過ごせそうです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。カエルの